ゆたおです。今回は鉄の武人の紹介をしていきたいと思います。とにかくできることが多いんですけど、やれそうなことは全部紹介するぐらいの勢いでやっているので、ぜひ最後まで見ていってください。はいどん !7 分でわかる鉄の武人のすべて。サーナイト・エルレイドの古代時で見た目はその2つを合体させた感じ。最強のエスパーポケモンを求めて作られたらしいんですけど、エスパータイプが入っていないってオチがついています。そのタイプはフェアリー格闘で旧世代で初登場。実はこの子しかいないっていう組み合わせ。弱点は5タイプ、半減以下5タイプで微妙なところですけど、7タイプにタイプ1抜群がつける攻めに強いタイプですね。種族値的には攻撃特攻素早さが高くてアタッカー向けです。ここから詳しく説明していきます。まず特性。クォークチャージしかないですけど、ブーストエナジー持たせるか、エレキフィールドで一番高い能力を上げられる強力な特性です。細かい話は前回古代活性説明するときにしてますし、もう見慣れた特性だと思うので省略しますけど、鉄の武人は攻撃特攻素早さのどれかを上げるのが基本だと思います。この3つのどれかを上げたいときは、性格補正かけて、努力時252振れば他の努力値の振り方によらずに性格補正をかけた能力を上昇させることができます。ちなみに防御に性格補正かけて努力時振って残りの努力値を攻撃特攻素早さにほぼ振らなければ防御を上げることはできますけど、特防を上げようとすると特防を上げた状態でバトンタッチするとかギミック使わないと無理ですね。素早さ関係。素早さ取得値116は速い。でも今の環境はもっと速いポケモンが結構いて、鉄の包み、羽ばたっかみ、轟く月よりは遅くなっています。ブーストエナジーで素早さ上げて抜こうとしても、相手は素早さ上げてくるかもしれないっていうのが悩みどころで、なんか高速低耐久のポケモンの中で一番遅いみたいな感じもあるんですよね。ただやっぱりかなり速い部類で、最速にすれば叫ぶ尻尾、鉄の毒があたりを抜くことができます。性格補正かけないで努力値252振った場合は、綱の毛側と同速でガバリアスより1遅いラインですね。技はめっちゃあります。物理技で使用率高いのはこの辺り。一番使われているのがインファイトですね。物理アタッカーの攻撃力メインウェポン。タイプ1で撃てるソウルクラッシュは特攻も下げられて使いやすい。影打ちは先制技。畑を落とすか持ち物を落とせる技で重要です。格闘技。インファイトの他に起死回生、ドレインパンチ、ケタグリ、瓦割りも覚えます。起死回生はあまり使われてないですけど、ヒットポイント残りわずかで使うと威力200になるので、この子の最高打点。ヒットポイントフリーの水ロトムぐらいなら一発で倒せます。他の物理技、さらっと流していくので興味があれば一時停止してもらえればと思いますけど、炎のパンチ、雷パンチ、冷凍パンチ、アクアブレイク、リーフブレード、サイコカッター、思念の頭突き、シャドウクロー、辻切り投げつける毒突きシザークロス、ツバメ返しフェイントみたいにめっちゃ多くて、環境に合わせてカスタマイズできますね。特殊アタッカーだとメインウェポンとしてムーンフォース、他にシャドウボール、波動弾あたりがよく使われていて、気合玉も覚えます。他に10万ボルトチャージビーム、エナジーボール、草結び、サイコキネシス、サイコショック、アシストパワー、未来予知みたいな感じでエスパー技をたくさん覚えて、あとは凍える風、たたり目、ハイパーボイスとか、ダブルだったらマジカルシャインも有力です。変化技でよく使われているのは道連れアンコール。道連れはこっちが覚えさせてなくても相手は意識してくるかもなんで駆け引きになりますね。アンコールは今作めっちゃ流行っている相手の動きを固定できる技です。他にも相手の妨害とかできる技でデンジャー、挑発トリック、催眠術、金縛り、封印。積み技で剣の舞、瞑想、高速移動、影分身。場を作る技でトリックルームとエレキ、サイコ、ミストのフィールド。トリックルームは素早さ速くて自主退場できる技とかがないので使いづらいんですけど、この子は道連れ使った後にトリックルーム使って相手に先に殴らせて相手を道連れするみたいな動きができたりします。あとリフレクター、光の壁の両壁を張れるのも強い。ほんと豊富です。封印もそうかもしれないんですけど、ダブル向けの技でスキルスワップ、手助け、ワイドガード、ファーストガードも覚えます。テラスタルの候補。よく使われているのはゴースト、フェアリー、鋼、格闘。フェアリーと格闘はタイプ1技の強化で無難に強いんですけど、ゴーストは影打ちの威力アップとか、回類の神速回避。テラスタル使っても羽ばたっかみを一撃で落とすのは難しいんですけど、持ち物とかで火力上げれば一撃です。鋼は鉄の武人の弱点を全部半減以下にできるので相性めっちゃいいですね。地面も相性良さそうで、フェアリー格闘が通らないサーフ号とか鉄の毒画とかに抜群をつけて、他は環境に合わせてっていう感じだと思います。型をまとめるとこんな感じ。
まずは物理アタッカー。持ち物はいろいろありますけど、この子耐久振らないと環境上位の子が結構弱点ついてきて確定一発にされますし、そもそも鉄の包みのハイドロポンプで落ちることがあるくらい特殊耐久は柔らかいので、一回耐えられるように気合の助けは有力、影打ちを持っているので、気合の助け持ちの幅だっかみ鉄の包みは相手でも勝てるようになりますし、インファイトで耐久ダウンしても問題なし。気合の助けで耐えて道連れ狙うとか、起死回生で攻撃力出すとか、何かと相性がいいです。気合の助けを盾にして剣の舞とか高速移動を積んで全抜きを狙う方もあります。もちろんブーストエナジーとか他の火力アップアイテムとかもありで、その時は攻撃範囲広げるのもいいと思います。変化技使わないなら特殊方面耐えられるように突撃直帰もありかな。こだわり系だと攻撃技4つかトリックだけ変化技採用するっていう感じで、これも有力です。特殊アタッカーも特殊種族値高いので全然あり。やっぱり気合の助け、ブーストエナジーとか火力アップとかこだわり系が有力。特殊型でも影打ち採用はありですね。あとは命の玉とかを持たせた両刀型。物理ベースなら物理技プラスムーンフォース。特殊ベースなら特殊技プラスインファイト。影打ちみたいにして広範囲のポケモンに対応できるようになります。攻撃特殊両方に努力値振る方はロマンですね。次、起点作り。努力値は素早さには振りたくて、あとは火力重視なら攻撃か特攻、耐久重視ならヒットポイントとか。持ち物は確実に仕事ができるように気合の助けは使いやすいとは思いますけど、火力アップアイテムとかもあります。電磁波巻いたり、ソウルクラッシュとか叩き落とすとかで相手を弱体化させつつ退場して後ろにつなげる感じですけど、火力も活かしていきたい。エレキフィールドとかトリックルームを張るのもあります。壁を張る方の時はもちろん、壁ターンを伸ばせる光の粘土は有力です。相手壁ターンからしたいと思うんですけど、この子火力もあるので、ターン忍ぶのも楽じゃないし、倒そうとすると道連れもあり得るのでかなり厄介。他にもドレインパンチで体力回復できるんで、耐久寄りの方もありえなくはない。ただ、ビルドアップを覚えなくて、耐久上げながら火力を上げられないので、サポートがないとちょっときつめ。リフレクター光と壁がある状態で剣の舞積んで、ドレインパンチで回復させて復活みたいな感じはできそう。積みアタッカーだと瞑想アシストパワーの方もありますけど、こっちは体力回復ができないのでサポートなしだとかなり厳しい。使うならバトンタッチで能力上昇を引き継いでっていう感じですかね。素早さ速くて技範囲も広いのでバトンを受けるポケモンの候補になるかもしれない。あと実用的かは微妙ですけど、びっくり型では催眠術打って剣の前で全抜きみたいな方とか、ピントレンズとかサンナミとかを使って急所率高い技採用して急所狙うみたいな方とかも浮かびますので、面白いことしたい方はぜひいろいろ試してみてください。はい、だいたい7分。さあ対戦の方やっていきましょう。今回2戦やっていくんですけど、1戦目はオーソドックスな気合の助け、ただ特殊ベースですね。そんなに珍しくないかもですけど、ちょっと物理で普通に殴ってっていうと今の環境は動きづらい感じがあったので特殊で持ってきました。で、お相手は鳥とドロン、ブラッキー、鉄の武人。いやでもどっちかっていうとこれ耐久型のパーティーっぽいですね。こっちのパーティーはいわゆる対面構築気味になっていて、1対1に強いポケモンであまり交代せず目の前の相手をどんどん倒していきたいっていうパーティーになっているんですけど、とりあえずドンファンからでいいかな。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。鉄の武人くんは技範囲広いんで、それを生かしてこういう対面構築みたいにするか、交代バーセル耐久高めのポケモン2匹と組ませて先発要員か最後スイーパーみたいに使うかっていう感じが使いやすいとは思うんですけど、お相手はトリトドン。これは草分けと去っていきますね。さすがにこれは読まれないので、今回のドーファン君最速にしてて草分けとカメラのみ発動すれば鉄の包みも抜けるようになる子です。いいダメージ。素早さを上げて先発を倒せば、その後ガムシャラを打って後続にも大ダメージっていうことで、主役の鉄の武人の活躍の機会をどんどん奪っていく頼れる子なんですけど、あくび打たれてどうしよっかな。さすがに交代しましょう。お相手も交代。これはそのままこっちが殴ってくるのを警戒した感じですね。お相手ボーマンダー。轟かないタイプのマンダ君は珍しいですね。イカから入っていきますけど、今回の鉄の武人は特殊型。全く問題ないです。ムーンホース打っていけばいいかな。引っ込めてきた。ソーブレイズ君。
鉄の武人を受けてくる。インファイとソウルクラッシュとかだとダメージ通らないんで受けられそうに見えるんですけど、今回は特殊型。これだと特殊型っていうか、シャドーボール刺さっていきますね。ここはシャドーボール打っていきましょう。よしよし、いいダメージ。無駄の剣打たれますけど、物理は結構耐久あるんで、これだったら影打ちも耐えるかな。よしよし、ギリギリ耐えて、開始のシャドーボールで落ちますね。シャドーボールで落としていく。鉄の武人くん十分活躍してるんじゃないかな。これこっち後ろと、これこっち後ろ揃ってるんで負け筋は竜の前連打だけかな。テラスタル切ってくると思いますけど、とりあえず素早さ上げられなければ大丈夫なんで、凍える風で素早さ上げられなくしていきたい。テラスタル切ってない。これだと凍える風で、特殊型刺さりましたね。対戦ありがとうございました。さあ2戦目やっていきましょう。今回も鉄の武人の活躍を見せていきたい。お相手はハッサム。こちらは安定の先発要員カバルドンくんです。とりあえず出し勝ちみたいな対面ですね。ここはステルスロックでいいかな。ステルスロック巻いていきましょう。バルトパンチ。鉢巻きっぽい動き方。これはこだわってますね。今回は特防特化なんで物理は柔らかめなんですけど、入りすぎだと思う。ここはあくびしていきましょう。ステルスロック入ってないので厚底ブーツ確定。ラム止めではないので、相手このままだと誰か寝かせてきますかね。じゃあここ交代しましょうか。隙ができたので鉄の武人の起点にしていきたい。今回の鉄の武人はブーストエナジーの剣の舞催眠術型ですね。ブーストエナジーは素早さが上がっていくので、相手が素早さアップしてこなければ羽ばたく神とかよりも上を取ることができます。ちょっと起きてこられると面倒ですけど、ここは剣の舞をしていきたいと思います。引っ込め。よしよし、いい感じですね。腹張りくん出てくる。おねむな腹張り。しかも色。愛を感じる。ただこれは相手からすると読めない剣の舞のはず。剣の舞本と呼ばれないのでうまく展開できるとかなり3立て決まるんですよね。催眠術はおまけなんですけど、カバルドン展開うまくいかなかった時とか、相手がすぐ起きてきた時に6割の勝ち筋みたいな感じで使うことができたりするんで、積み型だとあってもいいかなっていう感じです。普通に影打ちとかにしても強いと思いますけど、ここはインファイトでいいかな。1個目、ここ出せる人いないんじゃないかな。ハッサムは受けられないと思うけど、よしよし、ここ落とせれば大きい。ちなみにこの子の技構成だと、サーフ号くんとかラウドボーンくんとかに全く対応できないんで、できるだけその辺りに強い子でパーティー組んでますね。今の環境、単に物理で殴るだけだと、インファイト刺さらないゴーストとかフェアリーとか飛行とかがテラスタルまで含めるとかなり多くて、ちょっとしっくりこなかったんですけど、1戦目の特殊型とか剣の前で相手を一撃で落としていくのは結構いい感じかなって思ってます。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。